はいどうぞ持ってこい。うわー、めっちゃ濃厚。めっちゃこの餃子に絡んできてすごい美味しい。いらっしゃい、ラーメンつけ麺たけちゃんということで今日もやってまいりました。皆さんよろしくお願いします。本日はですね、水餃子を作っていくんですけれども、冷凍餃子ですね。冷凍餃子があっという間にですね、本格中華料理屋の水餃子に変身してしまうというレシピを紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。それでは材料の方から紹介していきたいと思います。詳しい材料の要領は概要欄に載っておりますので、概要欄をご覧ください。それではまず、こちらですね、普通の冷凍餃子ですね。冷凍餃子をなんと焼かずにボイルしていきたいと思います。よいしょ。はい。でこれ8分ボイルします。8分ボイルするんですけど、この時に気をつけていただきたいのが火加減なんですね。なるべく弱火でコトコトやってあげてください。なぜかというと、これあんまりボコボコいっちゃうと口が開いて中の具が出てきてしまうんで、なるべく優しい火加減でやっていただくと口が開かず美味しい水餃子になります。それから茹でていく時のイメージとしては、中には火入りますんで、どちらかというとこの麺の皮って結局小麦なんで麺と一緒ですよね。なんで麺を茹でてあげてるイメージで、水餃子の皮に火を通すようなイメージで茹でてあげるといいと思います。はい、それでは早速タレの方を作っていこうと思うんですけれども、実はこのタレはですね、以前の動画でお見せいたしましたバンバンジーのタレとほぼ同じです。なんでちょっとバンバンジーのタレのレシピをご覧になった方は申し訳ないんですけど、もう一回ちょっとご説明させていただきますね。まず醤油を入れていきます。はい、醤油入ります。お酢入ります。お砂糖入りますよ。それから味の素入ります。続きまして練りごまが入ります。よいしょよいしょよいしょ。この練りごまはこれいつも言うんですけど、瓶から移す時に本当によく混ぜないと下の方に濃いのだけ沈殿してしまうんで、ぜひねそこだけはそうならないようにしていただきたいです。あとラー油も入れます。そうしましたらちょっと混ぜていきます。ぐる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 グルコサミン、世田谷生まれのグルコサミンでね、最近ね世田谷生まれまでやるとね、編集の人にね割愛とか言ってね、せっかく俺が頑張ってんのにね、なんか割愛とか言ってカットされちゃうんですよ。はい、それではちょっとここまで来たらホイッパーで混ぜます。でこのタレバンバンジーの時も言ったんですけど、本当ね何にでも使えるんですよ。冷ややっこにも使えるし、おそうめんにかけても美味しいし、サラダのドレッシングにしても美味しいし、冷やし中華とかにもちょっとかけていただいても美味しいし、何にでも使えるんでね、ぜひこのバンバンジーのこのタレだけは覚えていってください。はい。そして次はですね、これを水餃子用にアレンジするんですけれども、その時に大切なことはこのソースを 50g 入れます。そうしましたら大さじ半分ぐらいのバルサミコ酢か、もしくは黒酢、それをちょっと入れてください。これ黒酢とかバルサミコ酢嫌いな方は普通のお酢でもいいです。はい、これでソース完成になります。そうこうしているうちに8分経ちますんで、はい、それでは8分経ちました。はい、いきます。よいしょ。はい、それでは出していきます。これ出す時に本当にね口が開いちゃったりしたらもったいないんで、せっかくここまで綺麗にできてね、はい、こうして、そしてですねここに、タレをかけていきたいと思います。タレかけます。うわ美味しそう。たっぷりかけます。はい、これくらいですね。そしてここに山椒入ります。この山椒ね、本当は中国山椒使ってください。だけどない方はうなぎについてるような山椒でもいいですよ。お好みですね。これ結構香りが強いんで嫌いって方も多いんで。そして最近僕の中で流行りの、僕は嫌いなんですけれども好きな方が多いというリクエストで、また上にシャンツァイ盛り付けます。
要はパクチーですね。こちらで出来上がりとなります。はいどうぞ持ってこい。それでは出来上がりましたんで早速食べていきたいと思います。カンカンカンいただきます。早速いただいてみたいとは思うんですけれども、実はですねこの餃子、冷凍餃子選びも結構意外と大事で、以前ね味の素の冷凍餃子でやったことあるんですね。そしたらちょっと皮があれ薄めなんですよ。焼いたら非常にパリッとして美味しいんですけれども、茹でるにはあまり向いてなかったんで、できれば選ぶ時はちょっと皮の厚めの冷凍餃子を選んでいただくとより美味しく召し上がっていただけると思います。もちろん最初からですね水餃子の冷凍があれば水餃子の冷凍が一番いいと思います。ただこのタレを使ってぜひ作ってみてください。それでは食べてみます。熱そうですけどいただきます。うまっ、めっちゃ濃厚。タレが濃厚でめっちゃこの餃子に絡んできてすごい美味しい。これ何が良かったってやっぱりこのソース作る時の例えば練りごま、さっきこの練りごま入れたのがすごくね、なんていうの、このごまの香ばしい感じも出てるし、それからラー油も入れましたよね。だからラー油入れたのですごい非常にピリ辛になって濃厚な味がだれないっていうのかな。そのラー油を入れることによってピリッと引き締まって味もだれてないし、それからやっぱりお酢ですね。ポイントはやっぱバルサミコ酢か黒酢を入れていただきたいっていうこと。お酢を入れていただくことでよりね本場のなんか中国っぽい味になって、あとはやっぱり決め手はやっぱこの山椒ですよね。本当は中国山椒を使ってもらいたいんです。でも今ね意外とスーパー行くと中国山椒って置いてるんですぐダメになるものじゃないですから、是非ね家に1本常備しておいていただいて、なんか中華作った時には上にパラパラっと振りかけていただくと非常に本場の味になって美味しいんじゃないかなと思います。そしてやっぱり何といってもこの冷凍餃子の皮ですね。茹でるのが甘いと皮にねきちっと火が通らなくて、いわゆるその水餃子のなんていうんですか、トゥルトゥルの食感っていうのがなかなか出にくいんですね。そのためにはやっぱ最低でも8分以上茹でていただかないとそういう風にはならないと思うんで、是非ね茹でる時には8分以上優しい火加減ね、沸騰してないとダメですよ。小麦の感じがすごくトロトロになって美味しくなりますんで、是非そういう風に作って召し上がっていただければと思います。そしてパクチー好きな方はパクチーを刻んで一緒に食べていただいたらなお美味しいと思いますんで、是非やってみていただきたいと思います。それではここまで見ていただいて気になっていただいた方ですとか、それから作ってみようかなと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価の方だけはぜひですね忘れずにしていただきたいと思います。これは切に願うところでございますけれども、そしてコメントとレシピのリクエストも合わせてお待ちしておりますんで、ぜひよろしくお願いします。本日は冷凍焼き餃子で作る水餃子のレシピでした。ありがとうございました。良い朝ということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。